やっぱここからこうですね。でここからこの針をブーンと膝を張って前に重心を。国際消灯館の金沢信明館長と日和先生、僕届かないですよ。こんなに離れてるのに簡単に届いちゃう。普通の人だと2歩分だ。さばいたって思ったのにやられてる。まだ来ちゃうんですかね。なくなるので。この強靭な足腰を作る基本組み手を見せてもらいましょう。はい冗談。一段。おっ。前に。横切り。回し。国際消灯館の基本一本組み手。武道歴45年のタカさん、どうでした？今、そこから拝見させていただいてて、今一番最初わすごいなと思ったのが、信明先生のこの間合いのなんと遠さ。普通だとですよ、おそらく僕の目からするとこの辺で止まっちゃう感じなの。これだと。これだけの距離だと。で一番その消灯管の基本という、じゃあどこまで踏み込めばいいのっていうと、基本的には相手の足の間に最低行きなさいっていう。でこの足がですよ、信明先生大柄な方なんでリーチも長いんでしょうけど、ただ僕横から見てここまで行ってっていうのがびっくりしたの。射程距離の長さ、これね、前足からもこれですよ。身長全然違うんだけど、僕だったらおそらくこでここでほら思い切り踏むの見てきて、前足のこの距離です。まあ確かに射程距離の長さってものすごいと思う。ここからですよ。人によってね、多分そういうところで間合いっていうのをこう覚えるんじゃないですか、自分の間合いというのをですね、こういったところから一つは学ぶ、技の攻防だけじゃないですね。タカさん、日和先生の代わりに立ってみてください。絶対ね、こんなん届かないと思うわけですよ。僕がですよ、ここから見てちょっと笑っちゃうんですよね。確か全然そうだね。おそらくだって1歩2歩の距離ですよこれ、僕にしたら。でそれがですよ、その身長差はあるけれど、ちょっとこれお願いします。見てこれ、確かに届いちゃうのよ。本当だ。これもうだって普通おそらくじゃあ始めみたいな感じで、野毛先生そこですか？はい、もうここですね。これ僕届かないですよ。だってこんな離れてるの？野毛先生お願いします。じゃあ届くの？いていただいて、でおそらく僕だったらこのぐらい。だけど野毛先生ここだとおそらくもう前蹴りだろうが一発で前詰めないで入ってきちゃうんですよ。ちょっと軽くお願いします。見てこれ、楽勝ですよ。で僕なんかちょっと蹴りますよ。届かないもん。腰こうやって入れられると届かない。信明先生のその組み手の距離ってどれくらいなんですか？その技にもよりますけど、追いつきであればこのぐらい、刻みだったらこれぐらいですかね。下半身のこの筋力を増すことによって膝とか関節のこの緩み、柔軟ですよね、もう自然とできるようになるんですよね。どうしても下半身に筋力が少ないとどうしても曲げようと思っても人間の方のやっぱりこれ以上曲げたら崩れちゃうよとかいうふうな指令が出るんですよね。だからやっぱり下半身を鍛えることによってその指令がなくなるので、さらにもっともうこれですよ。そういった意味でもやっぱ下半身基本からしっかりと腰を落として、やる意味も一つですね。私が乗っても大丈夫ですよ。よくね、膝を外側に曲げる人いるんですけど、これじゃ力が分散してしまいますんで、しっかりと
正面に向けたまま、このままひかがみっていうところを緩めて、太もものパーツだけをちょっとこう回すというか、膝から下を使っちゃダメなんですうよ。わーすごい。基本ではやっぱここからこうですね。でここからこの針をブーンとこの鍛錬、この針、すごいな。だからこう床からこう蹴って力をっていうイメージも大事だしいいんですけど、例えば私なんか膝からこう膝を張って前に重心を移動させる。基本はやっぱりあくまでもこの膝から下使わないでこう腰の回転を基本としてこう逆突きなんか、追い突きもそうですけど、ついていきますよね。身体操作、まさに本当にそうですよね。予想してないところまで伸びてくるんで、さばいたって思ったのにやられてるまだ来ちゃうって感じですよね。はい、そういったちょっとねイメージを持っていつも稽古してますね。父もやっぱりそういった意味では本当に大きくてダイナミックで力強くて、もう今でもこうね映像とか見るとですね、非常にその型やってても一つ一つの動きそうですよね。すごいですよね。あんなの受けられたら痛いわって先ほどもやったような感じ、あんなので疲れたり蹴られたりしたら効くなっていう感じのね、型を打ってますよね。さあどうでしたタカいさん。や僕にとってもちょっと一つの稽古のやり方をね変えなきゃっていうか、その心の持ちようをちょっと改めないといけないなと思いますよね。実際こうやって素晴らしいこのお二人のこの技をやっぱり体験したりとか自分でもこうやってみて、本当にそれちょっと衝撃ですよね。タカさんまた指導に取り入れようと思ってるでしょ。いやもう一応ねいいことは全部ね暴露させていただいて、ねお子さんたちに還元しないと。素晴らしい。それはそうやって思っていただければ幸いです。ありがとうございます。できるできないは別にしてもこうしなきゃいけないよっていうことを知ってるってことはものすごい大事。知識を武器でやるってよくみんなに言うんだけど、でもちろん知ってるだけで自分が全然できなきゃしょうがないんだけど、でもその知ってることによってそれを具体化できるように自分で稽古していくことがいわゆる自主練というかその自習だと思ってますから、だから何をどうしなきゃいけないってことを知るってこともものすごい大事で、それをできるようにしていくのももっと大事。そうやって思っていただいて、すごく嬉しく思っております。ありがとうございます。ただで教わっちゃった嬉しい。金沢信明館長日和先生ありがとうございました。さあ後半はタカさんの自宅で日和先生との楽しいトーク、どんな話が飛び出すか行ってみよう。はじめまして、国際松濤館の金沢日和と申します。よろしくお願いします。ようこそようこそウェルカムトゥ黒帯ワールド。あれ趣味は何ですか？趣味は空手以外の。趣味はハンドメイドでビーズとかでアクセサリー作ったりとか、あとお菓子作ったりとか、全然素晴らしい。空手とはかけ離れてる。そこもギャップ萌え。ギャップ萌え。世界チャンピオンですからね。そうですよね、芸人ね。すごい。夫婦みたいな。かっこいい。後で手合わせしていただいて。いや。はあ、現役のね、今はおいくつですか？今25歳です。もうすぐ誕生日ですね。はい、3月22日。あら、魚座？あ、魚座よりあれかな？次の座。いきなりお羊座。あ、お羊座か。ああ、そうか。いきなり星座の話が。僕3月だから。3月4日。ああ、近い。だからじゃあちょっと星座は違うけど、でも同じ生まれ月。26歳なんですか？はい、次26です。また今年も大会がありますね。7月に全国大会で、8月にもうすぐ後に世界大会。うわすごい。応援行かないと。いやちょっといいですかね。緊張しちゃう。日和先生とか言って、でみんな日和先生って、普段はなんて呼ばれてるんですか？日和先生。日和先生。じゃあ日和先生って呼ぶ。はい。いやでもじゃあ気を送っていただいて頑張ります。
タカさん、金沢博和先生にこう遭遇したことはあるの？遭遇っていう、まあ、でも遭遇って言った方がいいかもしれない。その、第3回の全日本大会の時になんか、合同稽古をするっていうのがあったんですよ、確か。その時に、こうやってみんなでやってたら、2階のなんかこう、通路みたいなところがあって、はい、で、そこからね、今でもベージュのトレンチコートを着て、こうやってね、出てこられて、で、みんなで押すって言って、上の方からは、金沢博和先生の独特なちょっと、なんていうの、低い、なんていうのか、ハスキーボイスっていうのかな。で、おーすって言ってくれたのが、もう感動しましたね、やっぱり。その時もすでに僕もほら、国際書とかのなんだろう、テキストブックと教本本を持ってたんで、やっぱ世界の金沢ってものすごい、僕も尊敬をする先生だったんで、その上からね、おーすっていうのがものすごい一つ目のあれと、その何年後だったかなんか大きな神社かお寺かなんかでそのお葬式やって、で僕も係でいろんなねこうやって木工着て押すなんてやってたら、そしたら金沢先生こういらっしゃって、こうやってで僕もねもう思わずもう押すって言ったら、そしたらちゃんとですよ、金沢先生僕を見て押すで、しかもちゃんとね本当になんていうの、普通にこっちが押すって言ったら押すってじゃなくて、もうしっかりこう見てくれ、押す、もうあれものすごい感動した。この先生も誰に対してもおそらくね、その押すって言ってくれた係の人でよくお手伝いご苦労様みたいな、そういう意味でも押す、もう今でも覚えてます、その押すってなんかちょっと似てる。似てる。金沢先生真似しようかな。似てる。金沢博和先生は岩手の方だから、ちょっとなんだろう、その普段のお言葉もちょっと優しい、あれだからなんだろう。例えば平安初段も平安初段ですよね。平安初段じゃなくて平安初段って感じですね。そうです。そういうアクセントですよね。そうなんです。でもそこがねまたねすごくなんだろう、人間味があるっていうか。ものすごい好きで、あったかい先生で。ということはあれですね、タカさんからすると国際衝闘館っていうのはまあ結構。だから僕にとってはもう国際衝闘館何ですかって言ったら、一つの心のふるさとの一つですよ、本当にまさに。なんだろう、その金沢博和先生のもとに、もう本当一時期でしたけど、僕もいて、試合も出て、1回戦で負けちゃったけど、すぐ。でもそれはものすごいいい思い出ですよ、本当に。で、今自分の誇りでもありますね、やっぱりね。その心のふるさとから姫がねえ、姫が後ろに弘和先生ここでねえ、日和ちゃんとやれよみたいなやんなさいみたいな、金沢信明館長と日和先生の国際衝闘館シリーズ、まだまだ続きます。次回をお楽しみに。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。